中央とジャチョルは僕が会ってきた韓国人の選手の中でもおかしな面白いやつらだったと思うんですけど、僕がみんなで飲みに行ってで試合が終わった後にでその時に僕が飲みすぎてしまって倒れてしまうっていう事件があって。Thank you for having us. It's an honor to interview such a nice player. 현재 독일에서 구단을 운영하면서 유소년 시스템을 가까이 보고 계신데 일본 선수들이 독일 환경에서 가장 배워야 할 점은 뭐라고 보십니까? 全ての育成だったりシステムを見れてるわけじゃないんですけど、やっぱり日本の選手たちがまず学ばなきゃいけないなって思うのは、やっぱりゴールを常に見ることかなっていうところで、やっぱ奪ってすぐに前を見るとか、どうしても日本の子どもたちはボールを持ったりテクニックとかドリブルとかっていう一つ一つのものを見てしまいがちなんですけど、そうじゃなくてやっぱりサッカーはゴールを取るか、守るかっていうところの勝負だと思ってて、そこの勝ち負けにどれだけ熱くなれるかっていうところが日々の中でもちょっと違うのかな。真剣勝負の中でやっぱ常に勝ち負けを意識してやるっていうところはこのドイツにいてよりシステムの中で感じるところはあるので、やっぱりゴール本質からずれないっていうところはやっぱり大事なのかなと思います。 한국과 일본 유소년은 아시아의 라이벌이자이고 동반자이고 양국 선수들이 유럽 교육 프로그램을 통해 성장하려면 어떤 마음가짐을 좀 가져야 될까요? 本当に自分も韓国人の選手、地方だったり、ジャチョルだったり一緒にプレーした経験があって、彼らとも常に思うのはやっぱりヨーロッパとアジアは少し違う部分があって、当然離れてるんですけど、僕らの経験をいかに次の世代の子たちに伝えていくかっていうのは大事ですし、いかにしてそのルート、日本とかアジア、韓国からヨーロッパに行くをつなげていくかっていうのはすごく大事なことだと思うので、選手や指導者もしくは起業家とかそういうスポーツを成長させたいと感じている人たちと共にやっぱりヨーロッパにどんどん行けるルートをやっぱ作っていくっていうのは僕も中央も話しているところですね。 박주호와 구자철도 말씀하셨는데 마인츠에서 함께 생활하시기도 하고 친하게 지내셨다고 하는데 그 팬들이 모르는 한국 동료들과의 좀 재밌는 에피소드가 있으면 말씀해 주십시오. 正直たくさんあるんですけどまず常に彼ら2人とは毎日の時は一緒にいて、例えばバーベキューをやったりとか、本当に地方のお母さんが来てくれたり、ジャチョルの奥さんがいたり韓国料理を振る舞ってもらう時は結構多くて、すごく美味しくて韓国料理屋に行くよりもあそこで食べるご飯、家庭料理を食べるのがすごく美味しかった記憶があるし、エピソードで一個面白いのは、これ選手時代だったんであんまりちょっと話せないことだったんですけど、僕がみんなで飲みに行ってで試合が終わった後にでその時に僕が飲みすぎてしまって倒れてしまうっていう事件があったんですけど、チホとジャチョルが病院まで運んで僕が病院で倒れるっていうのでちょっと事件があったんですけど、そこもでも彼らに解放してもらうまでしてもらったっていうのは、すごく今だからこそ笑えることかなっていうそれぐらい仲が良かったです。 여러 한국 동료들과 뛰셨는데 그 중에서 제일 재밌는 선수는 누구였는지 궁금합니다. 中央とジャチョルは多分今までの僕が会ってきた韓国人の選手の中でも結構おかしな面白いやつらだったと思うんですけど、その中でもジャチョルがやっぱ一番本当に真剣な時もあるけどふざけてる時間は結構長くて、いつも日本語でもふざけてたワードをかっこいいねとかブサイクねとかっていうのを僕に話してくるっていうのはよくあったんで、彼のああいうファニーなところはすごく救われる部分もありましたね。 How was the Juho's Japanese ability? Oh yeah, he speak well and he can speak. Of course, so dramatic is sometimes not well, but he understand Japanese and I understand everything. So yeah. I heard about his Japanese ability, but Yeah. I think he just speak word. Yeah. But speak too much me and over Shinji Kagawa in Dortmund or Mainz. So he speak well. Now after come back Korea, so his own environments are not Japanese.
That's why I was down to the level. But when he was playing in the Mainz or Dortmund, he was speaking really well. Yeah. Because of you. Yeah, because me and Shinji Kagawa. So I always speak with those guys and. 선수 시절에는 한국 대표팀을 상대로도 많은 경기를 하셨는데 그때 이제 한국 팀이 어땠는지 궁금하고 가장 인상 깊었던 선수가 누구였는지 궁금합니다. いやもう当然韓国代表との試合っていうのはいつも熱かったですし、感情的にもちろんなる時もあったけど、それ以上に韓国人の選手のやっぱ強いメンタリティというのは、ヨーロッパの選手たちに近いものがあるなというのはやっぱ感じましたね。勝ち負けに常にこだわってるっていう姿勢があったんで、そこはすごく戦った時も難しさを感じたっていうのでありました。でやっぱ韓国代表の中から一人選ぶって言ったらやっぱりパク・チソン。2010年のワールドカップでその前に親善試合した時にパク・チソンにゴールを決められたんですけど、ホームで、あの試合は忘れられなくて、もうちょっと異次元の選手だったなっていうのは、ありました。 최근 분데스리가를 중심으로 일본 선수와 한국 선수들이 상당히 늘었는데 이제 구단도 운영하시니까 어떤 부분에서 이 선수들이 좀 능력이 있고 좀 변했는지 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. もう当然、さっき話したように、チャブングンさんであったり奥寺さんと歴史、そこから始まってたくさんのやっぱ日本人がちょっとずつ最初は例えば高原さんが行ったり長谷部さんが優勝したりとかそこから香川真司が来てて時代とともにどんどん多くなって、しかもそこでやっぱり選手が活躍するっていうのが大事で、やっぱりブンデスリーグで活躍ができなかった時はちょっとやっぱ少なくなったりしてるし、そういう意味では日本人の選手がただ来るだけじゃなくて、やっぱり日本人も韓国人もそのチームで認められるようになって、そうするとクラブからしたらこんだけ日本人の選手と韓国人の選手って、チームのために戦えるんだってなると、たくさんのこの選手たちを来るようになるし、当然日本こんなに若い選手出てくるんだって興味を持つんで、こういう風に見るとやっぱり選手の活躍が結局左右するなと思っていて、ブンデスリーグだけじゃなくて今はその周りのベルギーだったりオランダだったり今までなかったこのルートができてきてるんで、そこでまず活躍してブンデスリーグに来るっていう流れもできてきてるんで、そこら辺はやっぱり選手次第かなっていうのは、どうしてもあると思います。ただ選手を通じて日本人のメンタリティをみんな知っていくっていう、そこはやっぱチームのために戦える選手がやっぱ多いからだと思います。 사실 오카자키 선수가 전성기였을 때와 비교하면 지금 유럽에 진출한 아시아 선수들의 환경이나 성향이 전 다르다고 느껴지는데 어떤 부분에서 다른 것 같은지 궁금합니다. まず時代とともに例えば日本食屋とか韓国料理屋とかやっぱ街にもそういうアジア料理がすごく多くはなってきてて、で周りの人たちもアジア人がいてもなんかあんまり戸惑わないというか、ちょっとよりインターナショナルになってきてる世の中がなってきてるっていうのはあると思うので、そういう意味では僕がいた時の環境はやっぱりよりアジアの選手でも過ごしやすくなってるっていうのは一つあると思います。あとは選手たちが僕らもそうでしたけど、誰かが言ってると何が必要かっていうのを早めに分かっておけるんで、例えばランゲージ言葉とか文化とかそういうものがよりはっきりとこういうもんだって分かった状態で彼らが海外に来れるので、そういう意味では選手たちの理解度も早いと思いますし、言葉も早く勉強できてすぐにフィットする選手も増えてきてるなと思う。あとは別のルート、さっき言ったようなベルギーとかオランダとかこのドイツ以外の選択肢が最初にあるっていうのは前とはちょっとまた違うのかなと思います。 은퇴 후에 저희가 되게 흥미로운데 독일에서 이제 구단을 운영하고 계시잖아요. 경영자이자 파운더인 오카자키가 꿈꾸는 최종 목표는 무엇인지 궁금합니다. これはよく地方とも話すんですけど、やっぱできるだけアジアとヨーロッパをつなげていくやっぱ活動をやっぱ続けて、でその中でやっぱ自分たちに関わる子どもたちがどんどんヨーロッパに行けるような場所をこのドイツで作っていくっていうのがやっぱ大事で、そのために今ここにあるクラブは今6部なんですけど、これを5部4部、3部プロのクラブにしていくっていうのはやっぱ大事で、
こっちにも日本の方には僕はこのアカデミーがあるんですけど、こっちもやっぱり J リーグを目指してやっていく。でこの2つ J リーグと、ブンデスリーグに2つのクラブを持つっていう中でこう選手たちが行き来する。ドイツ人が例えば日本に行ったりとか、外国人がこう日本とかドイツでやるっていうので、僕がそういうのをサポートできるようにしたいっていうのと、たくさんの人が僕らのクラブで働いてるんですけど、ビジネスだったりフィジオだったり、そういう子たち、インターンで来る子たちもこう成長させるっていうクラブを目指します。で、ここで僕も監督として挑戦できるようにして、そこで認められて、例えば他のクラブ行ったりとか、日本代表の監督になるっていうのは僕のこの夢ではあります。